皆様こんにちはちょっと待って、シンガーソングライターのキキです。みおです。はい、ちょっとまた今日は妹に協力していただきたいことがございまして、一時期韓国で流行った MBTI 診断っていうのがあるんですけど、それを3年前ぐらいにやったことがあって、私は仲介者でございました。その前に MBTI ってなんやねんって言うと、韓国発血液型があるじゃないですか。血液型って4種類だと思うんですけど、 ABOO で AB だと思うんですけど、日本だと A 型の人が多いっていうんですけど、韓国だと B 型の人が多いらしくて、でアメリカの方に行くと O 型の人がすごい多いらしいんですよね。なんででもって言っても、A の中でもいろんな人がいるよねって感じで診断ができたみたいなんですよ。詳しくは知らないんですけどねはい。で、韓国ではその血液型関係なく、その診断でその人の性格が分かるというふうに言われております。そういう診断があるんですよ。でその時に私は、やった時は仲介者でございました。妹は1回目なんだっけ、あれやな、この人がすごい誕生日とか記念日を大切にするよっていうちょっとだけ付け出しで失礼いたします。INFP 仲介者の特徴を言っていきたいなと思います。まず長所からいきますね。共感能力が高く、理想の実現のために行動ができる、想像力が豊かということで、確かに人の話を聞くのが結構好きで、自分ももちろん喋るのも好きなんですけど、どっちかというと誰かの話を聞く方が好きです。ありがたいことに相談に乗ることが多くて、それが解決に向かうのかどうかわからないんですけども、大切にしてるのはやっぱりその人の気持ちに寄り添うってことなんですけど、っていうことをずっとやってると、いつの間にか人の気持ちがすごい読めるようになってきたというか、そういうちょっと能力がついたんですけど100% は無理ですよ。人間なので 100% は読み取れないんですけど、大体だって相談に乗ってなくても、その人が出してる雰囲気で、今日怒ってんなとかこの人ちょっとインフルエンザの病み上がりかなみたいな、なんとなくですよそういうのもちょっと分かってるようになってきましたどんな能力で、理想、そうですね、まさに今なんですけど、やっぱり叶えたい夢がすごいあるので、でっかくあるので、まだ言ってないこともあります。それはもうでかすぎてちょっとまだ言えてないんですけど、はい、あります。どんな状況でもできることは全部やるみたいな感じで、スタイルでございます。はい。そして想像力豊か。想像力がないと曲もできないし、こういう動画も作れないので、そうですね、ありがたいことにその想像力っていうのはすごい豊かってか、自分でね、昔ね、妄想するのが好きだったので、もう自分で妄想族って作れました短所、感受性が高く、周りからの影響を受けやすい、自己批判しがち、自分のことを後回し。いや特に上の2つめっちゃ当たってますね。なんて言ったらいいのかな、自分のその思い、掲げてるものは絶対にぶらさないんですけど、人の気持ちに合わせ読み取るのが得意だからこそ、すごい自分が体調壊した時とかに、いつの間にかその受け取ったものが抜けれなくなってたりするんですよ。そう、良くも悪くも人の感情に敏感で、周りからの影響を受けやすい人。確かに楽しい気分の人といるとハッピーな気持ちになりますが、落ち込んでる人が近くにいると暗くなってしまうことがあります。確かに周りには悟られないようにしてるんですけど、自分の中では今受け取ってしまってんなーみたいな感じはありますね。自分のことは後回し。そうね、これも時と場合によるかも。さすがに今ちょっと無理っていう時は自分のことめちゃくちゃ優先するけど、大体の日はやっぱ穏やかで、その穏やかの時は後回しにしちゃうかもしれない。日本人で仲介者ってすごい多いみたいですね。やっぱり繊細な人が多いからか。日本人って繊細って言われてますよね。キャラクターだとのび太くん仲介者だそうです。しずくちゃん、ジブリのしずくちゃんも仲介者だそうです面白いねこれ。最も相性がいいのは起業家だそうです。 ESTP。 最も相性が悪いのは ESTJ。 誰やろうさ、まだ日本でそんなに主流じゃないから、これが血液型が主流なので、だから誰が何か全然わかんない。向いてる職業は、クリエイティブな職業やっぱそうなんですね。イラストレーター、フォトグラファー、俳優、アーティスト、翻訳家。
私は占いでも絶対そうなんですけど、クリエイティブな仕事が向いてるらしいです。一応ついてますよね、ちゃんと。まだ仕事にできてないけど。続いて恋愛なんですけど、まあこれも長所でいくと、サポート力が高い、優しくて愛情深い、信頼関係を深く築ける。なんか全部支える系ですね。まあ基本的にまんべんなくこう愛は届けたいタイプなんですけど、特にめちゃくちゃ信頼してる人とかにはもう守りたいってめっちゃ思いが強いので、はい、全力ですね。本当に全力で。安心感が半端ない。安心感もよくね言っていただけますね。なんか中学校の時の隠れあだ名がママだったんですけどママ懐かしい。そして短所は自己中になりやすい、感情的になりやすい、相手に期待しすぎちゃう。なるほどね。感情的か。なんか別に怒りとかあんまり感情はそんなにないんですけど、もちろんね人としてそれこそどうなのかって思った時に怒りは出てきたりもするんですけど、怒りか悲しみかで言うと、悲しみで、感情的になりやすかったりはしますね。人ってそんなもんじゃないですか。相手に期待しすぎてしまう。これは私は初対面の人とかまだ関係が浅い人にはそんなになんかこう、自分のことを分かってほしいとか絶対思わないんですけど、仲良くなれそうだなとか、めっちゃ仲いい人にはね、関係が深い人には期待しちゃうかもしれないです。はい。なるほどね。面白いですね。で、これね、めちゃくちゃありがたいことに、婚活する時のポイントまで書いてくれててなんか、外見やスペックだけじゃなくて、人柄や価値観で相手を探すのがおすすめです。ありがとうございます。まさにそうしております。もちろんね、お顔が美しいといいですけど、そんなこと言ったら、私も、そうで、あらないといけないじゃないですか。そうじゃなくて、結婚相手ですよ。一緒に住むんですよ。ってなると、やっぱり、話が合わないと話にならないなって思っててやっぱ価値観かな、重視してますね、めちゃくちゃ。なんか喋ってなくてもなんか通じてんなぐらいのそれぐらいがすごいありがたいですね。そんな人おるかな。いや、おるよね、きっといるよ。でも完璧な人なんてねいないからね。足りない部分は補い合えば一つの形になるんじゃないでしょうか。なんかいいこと言ってると、なんか物とかじゃなくて、もうコミュニケーションでその人のことをいっぱい知りたいし、いっぱい愛したいなって思います。もう一回ちょっと診断し直したいなと思っていたのと、ただ診断するのもちょっと面白くなかったので、私のことをもう何十年見てきてる妹が見た私はどう見えてるのかっていうのをちょっと今から検証したいなと思いまして、はい。ちょっと新しくないですか今からやっていきたいなと思います。私も一回やります。普通に。ただこれすごい時間がかかるので、一回消しますね。はい。よろしくお願いします。ちゃんとね、協力してもらうからね、スタバを買ってきました。妹のために私、はい。バイト代です。すいません。はい。ありがとうございました。すいません。いや、これほんまに難しいと思う。まだ結果をします。あれ私変わりました。私は今回の結果は主人公でした。ENFJA でした。はい。何ですか？ ENFJ です。そうなんや。すごい。いや、どっちやったっけ？ B の方。いや、A。一緒ですね。主人公ってどういう人？でも合ってるんじゃない？変わったのかもしれないね。これですね。大きな人生の目的を果たすのが自分の使命だ。こんな風に主人公の人たちは普段感じているでしょう。理想主義で思いやりがあるので、他の人たち、そして世の中にいい影響をもたらすよう努めるタイプです。正しいことをする機会、たとえそれを簡単にできるのでなくても
敬遠することはめったにありません。あ、でもね、結構そうなんか別にリーダーになりたいわけじゃないねんけど、なんか勝手になんかリーダーになってる時は結構ある、流れ的に、親友に言われないと全然分からなかったけど、なんか経営者とかそういう系が私は向いてるみたいです自分では全くそんなあれはないねんけど。なるほどね。まあいろいろ、まだまだ若者なんですけども、まあいろいろねあったので、それでちょっと性格が変わったかもしれないです基本的なベースは変わってない自由人なんですけど、前回のその仲介者の要素もあるんですけど、なんかプラスアルファちょっとこの主人公がエッセンスでなんかミックスタイプみたいなのないんかな、あるよね絶対オバマで AB 型があるみたいに、なんかこうミックスされてるということでした。これさ、まずさ、質問が結構むずいよねやったことある人分かると思うんですけど、質問むずくて、なんかこれどういう、ね、否定してるのどっちみたいな結構あるから、だからそれでもまあ結構もっと私の解釈がちょっとおかしい時もあるかもしれないですけど、合ってるね、結構合ってるかもしれないよろしければ今回のこのやり方はちょっとね、相手の方にちょっとご協力していただかないとあれなんですけど、親しい人とかにね、お互いのMBTI 診断やってみて、そう見えてるんやみたいな、今回すごいぴったりだったんでよかったです。妹からもそう見えてたみたいで間違ってなかった。すごいね。ありがとうございました。また個人的に時間ある時に妹のやってみたいなと思います。で LINE でね報告しますはい、今日はありがとうございました。はい、では皆様また次の動画でお会いしましょう。キキでした。